皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、現代用語解説、もしトラについて取り上げていこうと思います。もしもトランプ氏が大統領に当選したら、この言葉の略称がもしトラです。詳しく言えば、トランプ氏はすでに1回大統領になっているので、第二次政権を発足することができるかどうかといったことが話題になっています。現在アメリカでは大統領選挙に向けて、民主党、共和党、この2つの主要政党から大統領選に誰を出すのかの予備選挙が行われているところです。共和党においてはトランプ氏が優勢で大統領選挙に出る可能性が高いです。その上で民主党の方もバイデン氏がもう一度大統領選挙に出ることを目指していて、大体決まりだろうと言われています。そのためトランプ氏対バイデン氏の大統領選になるだろうとされています。しかもこの2人の選挙になった場合においては、トランプ氏の方が現在のところは勝つ可能性が十分あるということで、もしトラについての解説をしておくことの意味があります。さて、それではトランプ氏が第二次政権を発足した場合において、どのようなことが起こり得るのでしょうか。現在のところ分かっていることを解説していこうと思います。なお、このチャンネルでは、主には政治や外交の話をするので、あまり経済の面についての話を深掘りをすることはちょっと難しいです。そのあたりについては、経済アナリストなどの解説動画などをお探しください。というわけで、このチャンネルの動画では、主には外交面についてのお話をしつつ、もしトラについての理解を深めていきましょう。まず第一に、第一原則として覚えておく必要があることがあります。それは、どこの国においても、まずはその国国内問題についての焦点が、国民の関心事であり、国民の支持率に直結します。アメリカにおいても全くこの第一原則に変わりはありません。では、日本人にはあまり関心がないんだけれども、アメリカ国民にとって非常に関心の高い国内問題といえば何かといえば、それは不法移民対策です。特にトランプ氏が民主党のバイデン政権との違いとして明確なのが、この不法移民に対する対策をどれだけ強固にするかです。現在のバイデン政権においては、不法移民の中南米からの流入が抑えきれておらず、メキシコ国境周辺の州においては、多くの不法移民が越境しており、多大な負担をアメリカ国内にもたらしています。そのため、バイデン政権の不法移民対策は全く足りないとして、これが非難の対象となっています。また、アメリカ国内のもう一つの話としてあるのが、不法移民の流入に伴って、人口構成の中で白人の占める地位が低くなっていること、さらには製造業の衰退に伴って、労働者階級の没落といったことが不安不満としてくすぶり続けています。このような問題に対して私ならうまくできると公言し大統領を目指しているのがトランプ氏です。まずは不法移民対策をしっかりとしてその上でアメリカ国内に製造業などを戻し多くの人々の雇用を取り戻す見捨てられた労働者たちのことを私が最も考えている人物だと公言しこれを実現してみせると約束したのです。ちなみにバイデン政権においてもというか株をしている人であればわかると思いますがバイデン政権下においてはむしろアメリカの景気は非常に良い状態が続いていて給料なども非常に高く上がり続けています。もちろんその一方において物価高も非常に激しく給料がしっかりもらえるんだけれども仕事がうまくいかない人たちにとっては地獄のような物価高の中に取り残されてしまうという問題を生み出しています。そうした格差の上に成り立つのがアメリカ経済の好調さで、だからこそ日本においては新NISA制度が始まるにあたってアメリカの株式指標である S&P500 への長期投資が進められるのはそうした経済の上積みを日本人も享受しようとしているからです。そのことは一旦横に置いとくとしてもトランプ氏のそのような私こそがアメリカ国民のために政治を行うのだという姿勢を評価する人たちがいるからこそ共和党の中に強固なトランプ支持層が生まれそれによって大統領選挙へと進もうとしているわけです。そしてトランプ氏が大統領に返り咲いた場合においてどのような政策を取るか主だったものについて解説します。よく言われる話としてがエネルギー政策の転換です。バイデン政権においては自動車産業の中では特に電気自動車に対する積極的な推進政策を取ってきました。しかし、トランプ氏の場合であれば、電気自動車ではなくて、環境政策の一つであるパリ協定からの離脱を果たすことにより、これまでの電気産業を推進していた姿勢を
改めると考えられます。特にアメリカにおいては、シェールオイル、シェールガスといったエネルギー資源を採掘し、これを自国の産業発展のために役立てようという動きもありますから、石油エネルギー資源などに対する逆風は、むしろアメリカの国益にかなわないという考え方があります。この政策によって日本においては、まだまだガソリンもしくはハイブリッド自動車が主流ですから、トランプ氏の政策はあたかも追い風のように映るでしょう。ただし、この見方には少し問題があります。なぜならば、トランプ氏のまた別の政策として、関税を強くかけようという政策があることを見逃してはいけません。アメリカは長い間中国に対して貿易赤字を抱えていて、第1期のトランプ政権においても関税を強化しました。そして現在のトランプ氏もまた中国に対してはもっと高い関税をかけるべきだと主張していて、今かけられている税率よりもさらにもっと高く 60% 程度広く様々な物品に対して関税を強化しようという話をしています。実際に 60% をかけるかどうかはわかりませんが、少なくとも今よりも高くということは意思を表明しており、これが大きな貿易戦争に発展する可能性はあります。この話をすると、アメリカと中国との間だけの話だよねとちょっと勘違いしがちですが、そうではありません。トランプ氏が言っているのは、アメリカが貿易赤字を抱えているのであれば、これを是正しなければならない。それがアメリカのためだという話をしているので、当然中国だけが標的ではありません。日本にもその目は向くこととなります。現在日本にとってアメリカに輸出している産業の中で大きな成功を収めているのはやはり自動車産業です。日本一の自動車メーカーであるトヨタ自動車は株式の時価総額が50兆円。年間の利益は4兆円を超えます。昔々の話であれば、日米の貿易戦争の中に自動車も入っていたわけですが、現在においてはそれほど目立たなくはなっています。それはアメリカからの圧力に伴って日本の企業がなるべくアメリカやもしくはメキシコなどアメリカに近いところで部品やもしくは完成品を作るようにして日本からの輸出量というものをなるべく抑えてきたのです。しかしトランプ氏が次の政権を担う場合においてエネルギー政策が変わり、ハイブリッド自動車やガソリン自動車に対する需要がもっと喚起されるようなことになれば、日本からの輸出も一時的には上がるでしょう。そしてそれがまさにトランプ大統領が日本に対して関税を高くする理由として十分目をつけられる可能性はあると思います。一方で貿易赤字のある国やもしくは部門に対する関税を高くすることによってアメリカもまたこれまでは安く仕入れることができたものが高くなるのですから、それ自体は経済にはマイナスに働きます。そこでトランプ氏が考えているのが減税政策です。これはトランプ氏の第1期政権の時もそうなのですが、減税政策は基本的には国内の支持率を高めると同時に国内の消費意欲も喚起しますから、経済活動を活発化させ、経済にはプラスに働きやすくなります。トランプ氏が大統領になった場合においては、外交面においては関税率を高めて貿易戦争が勃発するかもしれない。その混乱に伴って物価高を招くかもしれない。その一方で国内の消費者向けには減税政策を打つことによって不満をそらすことに成功する可能性は十分あります。そのような内政や貿易関係の話はあまり日本人にはピンとくる話ではないかもしれません。一方において外交においてはトランプ氏になることにより影響が必ず出てくるだろうと思われるのが安全保障問題です。まずこのチャンネルここ最近だとロシアによるウクライナ侵略についての関連の話をしてきたので、そこから最初に取り上げましょう。ウクライナに対してどのような政策を取るか。ここ最近のトランプ氏の発言においては、私が大統領になったら24時間以内に戦争を止めてみせるといったことを話しています。これはある意味大きなハッタリの部分で実際にそううまくできるとは本人も考えてはいないでしょう。彼自身がなぜこのような話をしているかといえば、それは現在のバイデン政権のやっていることは間違いなんだからみんなこのような政権を続けさせてはダメだというような批判のために自分だったら全て解決できると話している。そのための政治的なハッタリです。そもそもプーチン大統領自身がこの戦争をやめる気はない以上、トランプ氏が何か言ったところで、プーチン大統領に悪用されるのがオチでしょう。一方で、現在の足元における共和党の動きについて言います。当初、共和党はバイデン大統領に対して、ウクライナ支援が小出しで量が少なく、このような対応は全く弱腰だとして、バイデン大統領を非難していました。しかし2023年にはウクライナに対する支援は過剰である。ウクライナに対して支援の
お金を山ほど積むのは間違っている。使い道についても不透明だ。ウクライナが勝利する道筋が立てられないのであれば、このような支援が全て無駄であった。そのような無駄なことをしたのはバイデン大統領であるとして非難を強くして、現在は新たな支援予算について拒絶しているところです。当初はバイデン大統領が支援が足りないとして批判していた共和党が、現在では支援しすぎでうまくいっていないんだといった具合にして非難をしているのは、基本的には大統領選を前にしてバイデン大統領のやっていることは何をやっても基本的にはダメだと全否定するためのお話です。ですから、現在のトランプ氏についても、今の段階では、ウクライナに対して支援を行うためのお金は全部無駄金になるといった話をしていますが、彼自身が大統領に復帰した場合においては、いきなりガツンと予算を立てる可能性も一応はあります。その時どのような話をするかといえば、これまでバイデン大統領がウクライナ支援が不十分だったからうまくいかなかったんだといった具合の話をするかもしれませんし、話を元に戻して、私だからこれだけのお金を工面できたんだみたいな話をして自分の手柄にするかもしれません。どのような形でも基本的には現在トランプ氏がウクライナ支援をすべきではないといった話をしているのは、バイデン大統領の足を引っ張ることが主目的であり、ウクライナの戦場においてロシア軍が勝とうが負けようが彼自身はあまり関心はないのでしょう。現在のところ議会においては不法移民対策としてしっかりとお金をかけるのか、そして対策を強化するのかどうかに焦点が集まっています。政治の第一原則は国内問題の解決にどれだけ国民の支持を集めるかです。さて、ロシアによるウクライナ侵略との絡みで言えば、トランプ氏の持論の一つに NATO からの離脱問題があります。これは第一期政権時代に彼には多くの右派強硬派と呼ばれるような人たちが政権内に入っていました。しかし、それらの人たちとのいさかいなどもあって、どんどんと政権から外れていきました。これらの人たちは現在では政権内部で何があったかを告白することがよくあります。トランプ氏の NATO からの離脱については、冗談ではなく本気で考えていたようだという話が語られることが多く、トランプ氏が次の大統領になった場合においても同じような主張をする可能性は十分あると見られています。ただしこれは実現しません。なぜならば、そのようなことを見越して議会では、議会承認がないままに NATO から離脱できないような規定を設けたというのです。従来であれば大統領権限で NATO からの離脱についても手続きを進めることができたそうなのですが、現在ではそのような大統領の一存ではどうにもならないように上院の採択が必要になったそうです。ですから NATO 離脱についての懸念はありません。ただし、離脱したいと思っている人物が NATO にどれだけ協力的な活動するかは疑問ですから、この点については引き続き注意が必要です。何が注意が必要かといえば、アメリカ軍が世界各国に展開して、それぞれの地域において駐留経費をそれぞれの国に負担させています。負担の割合は日本が一番高く 80% 程度、それ以外の国々においてはだいたい40から 50% 程度しか払っておらず、アメリカとしてはもっともっと払えと言うと考えられています。特に欧州各国に対してはアメリカ軍が各地に展開しているわけですが、現地からの負担割合が低く、それだけにトランプ氏の第一期政権においては、もっともっと負担額を上げろ、そして NATO の基準である GDP 比 2% の軍事予算をしっかりと立てろ。これができないのであれば、ヨーロッパの安全保障にアメリカが無理やり負担をかけられている状態で、このような状態であれば、アメリカが NATO から離脱することも考えるぞという話へとつながっていたわけです。現在、ロシアによるウクライナ侵攻に伴ってヨーロッパ各国は防衛費を増やしてはいますが、米軍の駐留経費の負担割合を高めるといった話には及んでいません。ですからトランプ氏が大統領になった場合においては、この部分、アメリカの負担が変わっていないじゃないかとして、ヨーロッパ各国を非難する行動に出る可能性は十分あります。このようなアメリカとヨーロッパ間の政治上の圧力というのは、NATO の一致団結に水を差すものですから、ロシアのプーチン大統領にとっては付け込む隙が大きいという状態を生み出すことでしょう。さて次に、アメリカの関わっている安全保障問題として言えば、他にも台湾
間問題があります。トランプ氏が大統領になった場合においては、中国に対しては関税を引き上げる、それも 60% 程度の非常に高いものをかけるというのですから、これで中国との対立は決定的だなと思われる方もいるかもしれませんが、トランプ氏の考え方はそうではありません。このような関税を非常に高くするという話をして、それでは中国との関係がより神経質な展開になるのではないかといった懸念などが記者などから向けられた場合においては、いやいや習近平主席は非常に頭の良い人物で、彼とはとても仲良くやっていけるよみたいな話をしています。トランプ氏の場合だと、プーチン大統領は非常に頭のいい人物で、彼のような素晴らしい人物はみたいなことをよく言うので、習近平氏に対する評価の言葉も実際にそう思っているかはわかりません。しかし、彼自身が考えているのは、ディール、外交交渉における何かしらの取り決めを自分だったら結べるという考え方があり、関税を非常に高くかけることによって、むしろ中国との外交関係を主導権がアメリカが握れるという考え方があります。実際にそうなるかはわかりませんが、主導権を握ることができれば、中国の動きを牽制するためには非常に良い結果をもたらします。逆にそのようなディールが失敗し、単純に中国の反発を招いて事態をコントロールできなくなれば、むしろ台湾情勢については危険な状態へと陥ります。また非常に大きな問題なのは、例えば台湾に対する攻撃やもしくは台湾経済を破壊するための小競り合いなどが発生した場合において、アメリカがどこまで関わるかです。トランプ氏はどのような動きをするか読めないとはよく言われますが、基本的にはではいろいろ言うんですけれども、しかし実際に軍事力の行使には非常に後ろ向きな人です。関税を強くかけることによって中国との関係がギクシャクした状態では、むしろ台湾情勢に暗雲をもたらすような大統領になる可能性は十分あります。また先ほども述べましたが、トランプ氏は世界各国にいる米軍の駐留経費をよりその国での負担割合を高めようとしています。日本に対してももっともっとそれこそ駐留経費 100% の負担を求めることも十分考えられます。そして負担割合を上げることに日本がもしも不服を申し立てるようなことがあれば、NATO の離脱ではなく日米の軍事同盟の離脱についても言及し始めるかもしれません。ちなみにこの日米軍事同盟の離脱については、議会の承認が必要なく大統領権限でこの関係を解消することができると言われています。詳しい手続きについては法律の専門家の検証が必要ではあるものの、アメリカが一方的に破棄を通告し更新されない可能性というのも少しあるのだと思えば、トランプ氏がどのような行動をするか読めないという話へともう一度関心が向くというものです。またトランプ氏にしてみれば、もしも台湾有事が発生した場合においてアメリカが巻き込まれるのが嫌だなと考える確率は非常に高いですから、極東でのアメリカの影響力が下がる可能性は十分あります。一方においてトランプ氏が影響力を確保しようとするのは中東地域かもしれません。イスラエル情勢について言えば、トランプ大統領であればイスラエルの肩を持つことで有名で、現在の共和党もイスラエル支援には積極的に動いています。トランプ氏が大統領になった場合においてもこの基本姿勢は変わらないと考えられます。アメリカ国内においてはキリスト教福音派だけではなく、キリスト教諸派ユダヤ教、さらにはユダヤ人の金融グループや放送メディア業界などの影響力なども、これらを味方にすることが支持基盤にとって非常に強固な味方となっています。これに敵対することは逆に言えば政権の支持基盤が揺らぐことですから、イスラエル支援の姿勢そのものに変化はないでしょう。これは民主党共和党どちらにとっても同じような展開で、アメリカのイスラエル関与は変わりません。ちなみにアメリカ国内においてはもともとあった原油掘削だけではなく、シェールオイル、シェールガスの取れるようになったことにより、エネルギー資源の中東依存はほぼないと言える状態です。むしろ現在のアメリカは、シェールガスやシェールオイルをガンガンと取ることができれば、それを輸出して稼ぐこともできるほどのエネルギー資源大国になっています。パリ協定からの離脱についても、そのような化石燃料関連の最大限の活用といったことがアメリカ経済にプラスになるという考えがトランプ氏にはあります。以上ざっくりとトランプ氏が大統領になった場合において、もしたらの状況として内政問題でエネルギー政策の変更、不法移民対策の強化、関税の引き上げなどに伴う中国との貿易赤字解消などを進め、製造業やアメリカ国内の労働者が働く場を海外に出ていたものをなるべくアメリカ国内に戻し、労働者の支持を取り付けようとするでしょう。
一方で外交においては、世界的な協調よりもむしろアメリカの関与を減らし、そうした関与を減らすことでアメリカの内政問題に集中する可能性の方が高いです。ロシアによるウクライナ侵略に対しては、今のところはバイデン政権の足を引っ張ることを目的として支援に反対していますが、彼自身が大統領になった場合においては、そのような過去のバイデン大統領の失策を自分が立て直すんだというような論法を使って支援を再開する可能性はあります。これはちょっと私の希望も入ってはいるのですが、選挙戦術としてウクライナ支援に反対している可能性も十分あるなと思うので、そのような可能性もあります。もちろん今言っている状態、ウクライナ支援なんて無駄だといった論法をそのまま大統領になっても引き継いで、ウクライナに対して降伏勧告を迫るプーチン大統領と手を組む可能性もあります。この点については不確定要素が非常に強い部分でもあります。一方、アジア情勢に対しての関与もトランプ氏は習近平主席とビジネスかのような交渉で自分にとって有利な条件を勝ち取れると信じている様子ですが、これがうまくいくかどうかは全くわかりません。単純に関税を強くかけることに伴って中国と鋭く対立するかもしれませんし、逆に関税をかけることによってうまく抑え込めるかもしれません。何にしても現在のバイデン大統領の政策に比べると刺激の強い変化の大きい政策といったものが取られる可能性が高いことから、国際情勢はまたどのような形で動くかわからない激動の状態へと突入することでしょう。そして激動の結果として悪くなるのか良くなるかは結局のところ様々な不確定要素が絡み合うために誰にも断言できることではありません。そしてそのような不確定要素が大きいといったことを懸念して、もしもトランプ氏が大統領になったらどうなるだろうといったことが話題になるのです。といったわけで今回の動画では、もしトラという言葉に秘められた様々なこれから起こるかもしれない話について解説しました。この話がどこまで実現するかは結局のところ彼が大統領になってみなければわからない部分がありますが、そうやってわからない部分が多いというのがまさにトランプ氏が大統領になった時の懸念点だと言えます。皆さんは今回の話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。